前回の続きです。モノタロウの 10% オフの日にまた純正部品を結構大量に購入したので、引き続き組み立てていきたいと思います。今回は割と細かい部分ばっかりなんですけれど、ステップ周りのゴム部品とかが結構ベロベロに伸びてて、もう役目を果たしてないので、純正でまだ部品が出るので注文しました。これはシフトのダストカバーなんですけれど、ベロンベロンに伸びてて、本当に同じサイズのものなのかちょっと心配になったんですけれど、はめてみたらちゃんとはまりました。かなりきつかったですけどね。シフトのラバーとかもまだ新品で出るので、これも交換しときました。とりあえずメーター周りの電球とかも交換したんですが、後で LED 化はしたいですね。純正の状態だとヘッドライトとか暗すぎて全然前見えないですからね。それでグリップなんですが、今回はロッシュグリップを使いました。 NSR の純正のものは注文したんですけれど、品切れなのか廃盤なのか注文できませんでした。ロッシュグリップは線ダボとかに使われているグリップで、握り心地は柔らかくてしっとりした感じですね。それと状態があんまりよろしくなかったレバーとピボットボルトは交換しときました。そしてアクセルワイヤーなんですが、現在は注文できないみたいですね。前回の再販部品の時に予備で買ってたんですけれど、それはもう使ってしまったんで、予備で取ってたものを再度グリスアップして使用しました。鑑識用のクラッチワイヤーと RC バルブのケーブルはまだ純正新品で出るので、これは購入しました。クラッチワイヤーは鑑識用と試式用で長さが違うので、購入するときどちら用かよく確認した方がいいと思います。あとはワイヤーの取り回しをマニュアルで確認しながら組み立てていくだけですね。ただステー類はもう純正部品で出ないので、一部ないものがあったんでヤフオクで探すのが、結構大変でしたね。その後ホコリまみれの純正カウルを引っ張り出してきて、以前に紹介した XJR のヘッドライトを取り付けます。ここでちょっと問題が発生して、購入した XJR のライトに光軸の位置を調整するスペシャルナットがついてなくて、それを純正部品で注文したんですけれど、見事に廃盤になってて、それとロックワッシャーも注文できなかったので、モノタロウで似たようなものを探して取り付けました。それと MC28 なら必要ないんですけれど、 MC21 は一応ポジション級がついてるので穴を開けて取り付けておきました。ライトを止めるステーも当然廃盤部品なんで、予備のカウルから取ってきました。最近ヤフオクに参戦して思ったことは、以前はカウルのこういったステーとかは全部くっついて出品されてたんですけど、今は全部細かく分けられて出品されてるんで、以前より集めるのも大変だし、お金も余計にかかりますね。ライトのカバーもまだ新品で出るので、これも購入しときました。そして次にエアフィルターの交換を行いました。ここはフィルターが詰まってない限り不調の原因となることは、あんまりないんですけれど、新品で出るんで一応交換しときました。基本ただはまってるだけなんで、引っこ抜いて入れ替えるだけです。フロント周りを組み立ててみたんですが、スイッチボックスだけやけにボロいんで、これは社外品で結構出てるんで新品を購入して交換したいと思います。ただ交換したい場所を全部交換してると金がいくらあっても足りないんで、なるべく予算内に収まるようにやっていきたいと思います。次にハーネスの取り付けに入るんですけれど、見ての通りリミッターカットの跡があったり、ライトの配線がぶった切られたりしてるんで、これをとりあえずノーマルな状態に戻して取り付けたいと思います。レギュレーターも対策前のものがついてるんで、これもちょっと交換しないとダメですね。直すといってもリミッターカットの部分は配線をつなぎ直して、ライトの部分はコネクタを取り付けるだけなんで、それほど手間がかかるもんではありませんでした。あとはマニュアルを見ながら配線の通し方を確認して取り付けるだけです。それともう一つ問題があって、この大胆にカットされたリアフェンダーなんですけれど、確かカットされてないものがもう一つあったはずなんですが、どこ探しても出てこないんですよね。
多分そこら辺投げておいたんでゴミと勘違いされて多分捨てられました。まあ仕方ないのでフェンダーレスキットをつけるか、新たに購入するかちょっと考えます。ハーネスは無事引き終わったんで、次はフロントカウルを取り付けていきたいと思います。フロントカウルを取り付けたらなんかだいぶ形になってきました。次はやっとキャブレターです。左のキャブレターは TA22 の A で MC21 の前期のものです。右は TA22B で MC21 の後期のキャブレターです。今回作ってる車体は MC21 の後期のものを作ってるんで、この TA22B を使います。バラした感じ、ガソリンが抜いてあったんで中はさほど汚れてないんで、全バラはする必要はない感じでしたね。それとキャブレターにはあんまりブラストしたくないんで、表面をちょっと磨くぐらいにしときます。ジェット類やその他の消耗品に関してはキースターのオーバーホールキットを購入して、それで全部交換したいと思います。そもそもなんですが、こういった中古のキャブを購入すると純正の標準の番号のものがついてることが少ないんで、どのみち購入しないとダメなんですけどね。当然ホース類も全部カチカチなんで交換です。実際にバラしてジェット類を確認してみましたが、洗浄したところで使えるもんではありませんでしたね。それとこのガスケットなんですけれど、最初は腐ったガソリンでこびりついてんのかなと思って剥がしてたんですが、剥がしてたらどうも違う感じでゴム用のボンドで留めてある感じでしたね。というのもこれを留めてあるネジがかなりボロボロになってて、なかなか止まらなかったんでボンドで貼っつけたんでしょうね。勘弁してくださいって感じです。ついてたジェット類を確認してみたんですが、パワージェットの番数が違っただけでしたね。標準は72と75なんですけれど、これについてたのは75と77がついてました。それでいじったことがある人ならわかると思うんですが、このパワージェットを止めてるボルトというか塞いでるボルトなんですが、純正部品としては販売されてないんですよね。幸い今は社外品が出てるんであんまり心配する必要はないんですけれど、ただ初めて回すときはかなり慎重にやらないとすぐ舐めてしまうんで、なるべくドライバーとかで叩きながら回した方がいいですね。そうしないとこのネジはすぐ舐めます。だいたいこんな感じでダラダラ進めてはいるんですが、やっと次にエンジン周りに入る感じですね。ここまでやってきて、よく NSR 部品がないとか言われてますけれど、割と純正部品は出るので、そして社外品も含めればほぼカバーできるんで、今までやってきて特に困ったっていうのはあんまりありませんでしたね。ブラストとかしなければとっくに組み上がってるんですけれど、早く組み上げたところで寒くて乗れないんで、ゆっくりやっていきます。